そうですね、まあ自分でもアンチだアンチだ言ってたし、アンチ巨人って言ってて巨人のことをすごく詳しかったり、っていうのはずっと分かってたとこなので、この番組に言われてその通りですっていうのもね、なんか芸がないようになってしまいますが、アンチは愛、愛ですね。もしかしたらアンチはまだ愛の裏返しなのかもしれないし、愛の始まりなのかもしれないですけど、だから今アンチのアンチっていうのを僕やってるような気がしますね。なんか福島嫌いだって言って、で今度そこに対するカウンターが自分の中で起きてきたり、だからね、その嫌いだっていうのはすごい危ないんですよ。嫌いだっていうのは気になってしょうがない瞬間ですから、その人が自分の中に入り込んできてる瞬間ですから、好きになり始めてる瞬間が好きと認めたくない、それでこうギリギリ成立してる瞬間である可能性が、あるし、アンチっていうのは結局そのアンチの対象がいないと生きていけないんですよね。銭形のとっつぁんはルパンのこと大好きじゃないですか。なんかそれ違うか、なんかね、否定で生きてきたけど、これはなんか中学校の時に二重否定みたいな、否定の否定は強い肯定であるみたいな、このアンチの話と結びついてんだかなんだか分かんないけど、そういうこう感情がこっちが好きでこっちが嫌いとか、そんな簡単なことじゃなくてね、ものすごくドロドロとサラサラと2つのことをこう愛おしくうっとりと駆け回っていたいっていうかね、なんかそんな感じがしますね。緑色だけじゃクリスマスじゃないし、赤だけじゃクリスマスじゃないけど、緑と赤があるからクリスマスで、でも2つの色を並べるとハレーションが起きて、だけどなんかそこをこう、そこをなんか包んでいきたい、つなげていきたい。全部古い言葉だけど、広告っていうものの教えてくれたことがそこの間をなんかこう結びつけるヒントに僕はならなければいけないっていうふうに思っていますね。ただ去年のライブ福島っていうイベントの6日間やったんですけど、最後のいわき会場のなんか泣きそうになって歌ってるとこ、あれ使ってほしくないな。あれどっから入手してんですかね、ああいうの。フジテレビはこれ使ってほしくないなでもやっぱり感情が動くってことだし、アンチも愛もちゃんと宣言するってことだし、そのことについてたくさん考えるっていうことだと思うんですよね。だから、嫌いなものが若い時にたくさんあるってすごく素敵なことじゃないかなっていうふうに今思いますね。だから嫌いなものを僕もたくさん探していこうと。で嫌いなものを否定するんじゃなくて、どうやったら
それを愛せるようになるか、どうやったらそれをいいものにすることができるかって考えるのがクリエイティブなんじゃないかなと思いますね。なんか好きなものだけに囲まれていたいってこうずっと言ってたけど、どうなんですかね。アンチ柳井道彦のアンチとは愛である。まあでもこれはそうですね、アンチとは愛だと思います。これもう最後の瞬間ですか今。この番組へのアンチはこの後言えばいいですね。はい、でもなんかそんなにアンチじゃなくなってきたんです。だからアンチのアンチは気が付いたら真ん中にいたみたいな、なんかすごくそういう意味ではそうですね。アンチっていうのは僕の中ではすごく端っこだし、愛っていうのは真ん中にあるものだし、なんかその全部になりたいなって思いました。はい。まあ僕はこの番組の出演依頼をこの番組が始まる前にいただいた時に全然企画書見ても意味が分かりませんでした。でやっぱり企画書に書いてないこと、直接いらしていただいて説明を受けてもそれではまだ足りてないことっていうのが、番組をこう完成度高く作っていくその空気だったり、もちろん CG だったりカメラワークだったり、そんな小さいことかもしれないけど、そういうやってる人にとってはね、何日徹夜してるか分かんない、そういうことの積み重ねで30分っていうこのね空気を支配することができるんだっていうのが驚きました。だから僕はこれがこの番組を作ってる人たちのね、誇りも感じるし意地も感じるし、フジテレビがこの番組をこの時間にここに置いてみた2012年っていうのは50年後に振り返った時にすごく深い年だなと思います。でこれがいつまで続くか分かりません。この番組、分かりませんって分からないってことですよ。終わりますってことじゃないですよ。もちろん続きますってことでもないですけど、いつまで続くか分からないから、いつまで続くか分からなくて好きなものはねみんな応援しなきゃダメですよ。見てる方、この番組の作り方がいいと思ったらフジテレビの会長に手紙たくさん書いて、あと友達にもたくさん見てって言って、そうしないとこの番組いつか終わっちゃいますよ。やっぱりいいものを受け取って終わりじゃなくて、いいものはやっぱり応援しないとダメだし、みんなが好きな東京の本屋さんが潰れた時ね、寂しいってみんな言ったけど、だったらみんなお前ら立ち読みしてただけじゃないかって、なんかその時思いました。だから好きなものは好きって言ったりね、そういうの結構大事だと思います。本当にこれやってる藤川さんってね、年いくつくらいなのか分かんないんだけど、俺調査したら俺より上だと思ってたらすごく若いですってなんか言われて、で藤川さんは三丁目の夕日をしのぐ映画をどうやら数年後に撮ることになるという噂もあります。でもこの番組にもっといろんな人がなんか出たらいいなと思いますね。僕もこの番組を壊さなきゃと思って今日来たけど、ちゃんと壊しきれなかったなと思うし、いろんな人が出るといいな。だけどいやそうじゃない、やっぱりこのなんか凛とした空気を世の中に木曜日の11時にこう放ち続けてほしいな。まあそっちかな。
やっぱり本編でも言いましたけど、あっち行ったりこっち行ったりなんですよ。なんかこうすごくものが生まれてく時の僕の思考回路っていうのは。だからやっぱりこのままでいいんじゃないかなと思います。何か言いたいことね。あとは番組に関係ないですけど、頑張っていきましょうっていうくらいですかね。頑張れって言葉あんま好きじゃないんですけどね。なんかすげえグダグダになってます今。もういいんじゃないでしょうか。柳井さんありがとうございます。すいません、ありがとうございます。以上で VTR 最後に、質問も最後になりますが、はい、敏郎さんとかに何か言わなくて大丈夫ですか？敏郎ですか？敏郎は俺昨日会ってたんですけど、まあこれのコメントしたよなんてことは一言も言ってなくて、まあでもね、いつもあんな感じですよ。そう言われてみれば。だからテレビに出るんだったらもうちょっと俺のいいとこなんか膨らまして言ってくれよってちょっと一瞬思ったけどいつもあんな感じですね。敏郎みんな大事な友達ですね。今日出てくれた人も出てくれてない人も、僕友達が本当にいないってずっと言ってたけど、友達だなって思います。ありがとうございました。ありがとうございました。